のグレス店の包丁が魔改造で生まれ変わる。初期専門店山根正弘店長です。今回依頼いただいた包丁はこちら、グレス店牛刀。こちらの方を修理していきたいと思います。まずは包丁の状態を見ていきましょう。刃先が大きく折れて欠けている状態。他にも腹の部分に大きな欠けがあります。裏は和食店で使われていた包丁ということもあり、片刃寄りに研いでます。持ち柄の方も長年の使用でくたびれているので、持ち柄の方も磨いてメンテナンスしていきます。長年の使用で曇っているので、こちらも磨きをしていきますよ。もともとグレス店は曇った感じなんですけどね、グレス店の特徴でもある刃のくぼみのティンプル加工は磨くことによりどうなるのかな。それでは作業に入ります。まずは刃の欠けた部分をカットするラインを決めていきます。せっかくのグレス店の牛刀、できる限り長い状態にしたいので、折れたギリギリの部分をカットしていきます。角度は通常の切り付けより鋭角にカットしてシャープなイメージに仕上げます。黒く塗った部分はカットする部分です。それではカットしていきます。切断していきます。ディスクグラインダーに切断用のディスクをつけて切断します。包丁が焼けないようにゆっくり切っていきます。しっかりと包丁を固定して切らないとブレてまっすぐ切れなかったりするし、危ないのでしっかり固定してまっすぐ切ってください。和包丁に比べたら刃が薄いので思いのほか早く切れました。切断面は後で耐水サンドペーパーで削ってきれいにします。次は磨き作業になります。ディスクグラインダーのディスクを切断用からフェルトのハブに付け替えて、まずは固形研磨剤白棒をつけて磨きます。長年の使用によりこもっているので、せっかく切り付け包丁に魔改造にしたので、今回はピカピカに磨きます。白棒の粒子が1000番なので中砥石ぐらいの粒子だと思ってください。こちらも専用の自作した包丁の固定する作業台にしっかりと包丁を固定して磨き上げていきます。この白棒でしっかり下地を作らないとピカピカに仕上がらないんですよね。押さえつけながらしっかり磨き上げます。グレス店は洋包丁なので、反対側の裏面も磨き、曇りと研ぎ傷を取ってきれいにしてから、ハンドルの部分も傷が入ったり合板が疲れている感じなので磨いてきれいにします。白棒で磨き上げました。長年の使用による細かい傷と曇りが取れて光沢が出てきました。ここから仕上げ作業です。固形研磨剤青棒で磨きます。青棒は粒子が5000番ぐらいなので、砥石に例えると仕上げ砥石ぐらいの粒子になります。先ほどの白棒と全くピカピカ具合が違うんですよ。この青棒の作業で表面仕上げにしていきます。グレス店の特徴でもある刃についているくぼみのティンプル加工も磨いてピカピカにしていきます。青棒の作業でも洋包丁なので裏表両面を磨いてピカピカにしていきます。やっぱり両面がピカピカの方がかっこいいですよね。最後に柄の金属部分も磨き上げてピカピカにしていきます。どうせなら刃がピカピカなら柄もピカピカの方がかっこいいので、柄の金属部分もピカピカにしますよ。青棒で磨きました。切り付け包丁のベースはできましたよ。ここから研ぎ作業になります。160番のダイヤモンド砥石で刃の欠けを直し、刃の形状を修正します。この作業が一番時間がかかるんですよね。手作業で直したのでかなりの時間研ぎましたよ。今回は片刃での仕上げ依頼なので片面をひたすら研いでいきます。刃の形状の修正と欠けを直しました。裏面はバリバリ返りが出た状態です。続いて400番のダイヤモンド砥石、エビ印のダイヤモンド砥石になります。このダイヤモンド砥石ものすごく高いんですが、ものすごくいい、減りも少ないしよく研げていいんですよ。400番なのに研ぎ傷も深くないので、荒砥石をよく使われる方にはおすすめの砥石です。こちらのダイヤモンド砥石も先ほどと同じように片面だけ研いでいきます。研ぎ傷がこの400番のものになるまで研いでいきますよ。ちゃんと当たっているか確認しながらひたすら研いでいきます。400番のダイヤモンド砥石で研ぎ上げました。片刃での仕上げ依頼なのでまだ裏は研いでません。続いて1000番の砥石で研ぎになります。使う砥石はキングの1000番中砥石。よく使われている一般的な砥石といえばやはりこのキングの1000番中砥石だと思うぐらい一般的な砥石。このキングの中砥石の良いところは何と言っても研いだ時のこの研ぎ音、シャカシャカと軽快な研ぎ音が好きなんですよね。こちらも先ほどと同じように片面だけ研いで研ぎ傷をこのキングの1000番の研ぎ傷になるまで研ぎます。キングの1000番中砥石で研ぎ上げました。ここまで返りが出たら反対を研がなくても返りのバリが取れていく感じになってます。1000番中砥石の次はシャプトン刃の黒バッグ2000番です。やはりこのセラミック砥石の研ぎ心地はいいんですよね。でも
やっぱり研ぎ音が小さいのが寂しい。このシャプトン刃の黒幕2000番でも片方だけ研いで研ぎ傷を2000番のものになるまで研ぎます。シャプトン刃の黒幕2000番で研ぎました。刃の部分も綺麗になってきましたよ。ここから仕上げ砥石の研ぎになります。キング S1 仕上げ砥石6000番。セラミックもいいんですが、このキング S1 仕上げ砥石の研いだ感じも好きなんです。仕上がりも良いし好きな砥石です。大体の包丁だったらこの S1 仕上げ砥石で研ぎ上げたら OK なぐらいの仕上がりになりますよ。かなり切れ味もシャープになって良くなります。6000番の仕上げ砥石で初めて裏を研いで帰りを取っていきます。この包丁の持ち主さんである職人さんが和食の職人さんで型場の仕上げ依頼だったんで、限りなく型場に仕上げるために仕上げ砥石でうっすらと裏を研ぎ傷が残るぐらいで研いで帰りを取っていきます。キング S1 仕上げ砥石6000番で研ぎ上げました。研ぎ傷が6000番のものになりピカピカになってます。引き続き研ぎ作業になります。シャプトン刃の黒幕8000番仕上げ砥石。作業は同じです。まずは片方を研いで研ぎ傷が8000番のものになったら裏を軽く研いで帰りを取って、最後なんで裏表を軽く研いだら研ぎ作業終了。シャプトン刃の黒幕8000番で研ぎました。研ぎ傷もピカピカに仕上がっております。最後の作業は皮砥石で軽く撫でて細かい針を取ってより切れるようにしますよ。この皮砥石をかけるだけで仕上がりがかなり違います。シャープな切れ味を求める方にはおすすめアイテム。刃をピカピカの表面にしたので、せっかくなんで木絵の方も綺麗にしますよ。2000番の耐水サンドペーパーでこすったら荒れていた木絵の部分が綺麗になるんですよ。木絵の部分が少しざらついた時に試してみてください。こんな感じで木絵部分も綺麗になりました。あとは刃物用の油などベタつきの少ないワックスで保湿してください。しっとりした木絵に仕上がりますよ。最後の作業は包丁用コンパウンド表面職人で仕上げ磨きです。研ぐ時についた研ぎ傷などこの作業で磨いてきれいにしていきます。最後はやっぱり手作業ですよね。仕上がりが違います。表面職人で磨き上げました。ピカピカのグレステンの包丁になりましたよ。加工前の状態ですが長年の使用で全体的に曇って刃先が見事に欠けて刃の方も欠けがあります。その包丁がまあなんてことでしょう。刃先のところをカットして切り付け方に包丁全体も磨き上げることにより表面のグレステン表面切り付け型牛刀になりました。くたびれていた木絵の方も金属部分を磨き木絵の部分を耐水サンドペーパーでこすって刃物用の油などで保湿することによりしっとりとした黒い木絵に戻りました。木絵が綺麗だと気持ちいいですよね。刃の掛けも直して刃を付け直したのでこんなに切れる包丁になりました。今回はこちらのグレステンの牛刀の方を切り付け型にして表面加工にしました。食器専門店山根では包丁の修理研ぎ加工なども行っております。広島で包丁のことなら食器専門店山根まで。正弘店長でした。